はい、こんにちは。このチャンネルでは、ジャズピアノをこれから練習したいと思っている方に向けて、ジャズの練習方法や基礎知識について触れていきます。本日最初のトピックとして、音程について、音階について、この2つについて触れていきたいと思います。まずはじめに、このチャンネルの使用方法として、画面、左、こちらに解説の要約を載せていますので、こちらをご確認いただきながらご視聴ください。また、画面右側、もう白い画面ですね。こちらに弾いているものの譜面とコードネームが出てきます。こちらは自動に出てくるものなので、場合によっては不適切なコード表記になっている可能性もあるので、その時は指摘しながらやっていきます。メインで弾いている鍵盤の上にある鍵盤ですが、こちらに弾いている音の音名、英語の名前で出てきますので、照らし合わせながら覚えていくようにしてください。それでは本日のトピック早速参りたいと思います。まず1つ目、音程について学んでいきましょう。これを学ぶメリットなんですけれども、まずはスケールの構造分析ができるようになるということ。そして、コードの構造分析ができるということ。そして、胃腸ができるようになる。こういったメリットがあります。それでは、覚え方に進んでいきましょう。まずは、ドレミファソラシドを考えてみましょう。まず、この調整について触れておきます。こちらは波長調と言います。英語では C メジャースケールと言います。で、この C メジャースケール発見だけなので分かりやすいので、これで、度数について勉強していきたいと思います。その時に、まず、ドレミファソラシドそれぞれを数字で表しましょう。で、ドから1だとして、1、2、3、4、5、6、7、8まで、あります。数字を割り振ることができたら、その数字の後に、ドという言葉をつけてください。1度、2度、3度、4度、5度、6度、7度、8度。こういった感じです。これが、ドから見た、このドから見た、他の音の距離を表すと思ってください。つまり、6度と言われれば、ドからラ。これがすぐパッと出る状態。7度と言われたらドからシ。で、4度、ドからファ。このトレーニングしてみてください。すぐに、ドに対する4度が何のとか、5度が何のとか。これをまず C メジャースケールで、繰り返し練習してみてください。で、実はこの音程はかなりざっくりした音程になっています。本当はもっと細かく、分ける必要があります。というのも、今、発見だけで度数を考えましたけれども、この中には黒鍵が5個も含まれています。これらの音をどう表せばいいかということになってきます。まず、2度の間にも1つありますし、3度のところにも、3度に行く前に1つ鍵盤が挟まっています。で、これらを考える前に、まず、2つの分類ができることを覚えてください。その1つ目、長短形。長い、短いと書いて長短形と言います。もう1つは完全形というものがあります。こちらもう、暗記してしまっていいんですが、長短形に属する度数は2度と3度と6度と7度です。ドレミファソラシドで言うと、レとミ、ラとシ、2度、3度、6度、7度の音です。どういうことかというと、この2度、2度をレとしたとき、このドとレの間にもう1個鍵盤があります。ここも2度なんですけども、ドから見てこっちの方が短い距離。これを単2度と言います。そして長い方、長2度と言います。2度、3度、6度、7度はすべて同じように、この単2度、長2度のように、単何々と長何々が存在します。3度で見てみると、こちらが単3度、そしてこちらが長3度。こちらは長6度、こちらは単6度。そして、単7度と長7度。こういった形です。覚え方なんですけども、楽天で語呂合わせで23むなしと言って、23むなしっていう覚え方があり、23むなですね。これが一番覚えやすい覚え方だと思うので、長短形だけ覚えてもらえれば、他は完全形と覚えてください。1458完全形に関しては、それぞれ呼び方、完全1度、完全4度、完全5度、そして完全8度というふうに言います。
ではなぜそもそも、長短形と完全形という、呼び方の違いがあるのかということなんですけれども、まず、特性を知っていただきたいんですけれども、長短形っていうのは、和音の特徴を形成するものです。完全形はどちらかというと、機械的な、サウンドになります。どういうことか、まず、例を見て考えていきましょう。長短形におけるこの3度、長3度の音。この長3度の音っていうのは、メジャーの音なんです。明るい音です。明るい和音になります。一方で単3度。これはマイナーのサウンド、暗いサウンドになります。ドミソで考えると分かりやすいんですけど、明るいドミソ、暗いドミソ、何が違うかというと、この3度が長3度か単3度かの違いがあります。同じようにセブンスでも、セブンスというのは7度の和音なんですけど、この和音についてはまた詳しく和音の動画を出してますので、そちらで触れていきます。で、この長7度の響きに対して単7度の響きは、属七の和音という言葉があるんですけれども、また特性が全く異なる和音になります。このように長短形の、サウンドというのは和音の特徴を形作る、和音の特徴を出す音になっています。一方で完全形の音っていうのは1度は、1度のまま、4度も4度の和音というのが結構機械的なサウンド、無機質な、音だと思います。で、5度の音っていうのもなんとなくドライな乾いた音というか、無機質だと思います。同じく8度も。長短形は、この完全形に入ってくることで和音の特徴を出す、そんなイメージで言ってもいいと思います。そして、もう一つ大きな特徴として、長短形、例えばこのドミという、長3度があったとして、これを展開するとミドとなります。展開というのは、転がる、に、回すと書いて展開するというんですけれども、その名の通り同じ構成音を位置をずらしていくというような意味で捉えてください。それを展開すると言います。で、この展開形にしたとき、長3度は単6度になります。長3度と単6度が表裏一体の関係で存在しているわけです。これがすぐ単6度と出てこない方は安心してください。これはもう慣れで、いつか分かるようになります。まだ分からないという方は、例えば、単6度をまず、C メジャーのキーで C から見て単6度を弾いてみて、間に鍵盤が何個あるか数えてみてください。これが単6度なんですけど、間に鍵盤は1、2、3、4、5、6、7個あります。で、さっき弾いたこれ。1、2、3、4、5、6、7。やはり7個間に鍵盤があります。だから単6度の関係になっています。ミから見てドは単6度です。で、同じように、じゃあレファ、こちらは3度、単3度の関係なんですけど、単3度をじゃあ展開するとどうなるか。長6度になります。1、2、3、4、5、6、7、8個、間に鍵盤が挟まっています。このように長短形は、展開すると、長短の関係を保っている、長短が表裏一体の関係にあるということを覚えておいてください。一方で、完全形はまず、完全1度、こちらは展開しません。で、4度を展開させると完全5度になります。完全形は完全形同士で存在する表裏一体であると言えます。そして、8度は展開しても8度ですね。展開すると言えないかもしれないです。このような違いが長短形と完全形にはあります。
そして、完全形、ややこしい、表現がもう一つありまして、それは、増と減です。増と減というのは増えると減ると書いて増減です。増減とは何を表しているかというと、シャープ、フラットした場合を表しています。例えば、ヨド。ヨドの音、シャープすれば、こちら増ヨド。ヨドが増えると書いて、増ヨドと表現します。または、完全語度が一つ、半音下がって、減5度という風な表記もできます。また、こちらが半音上がれば、本来なら半6度という風な捉え方もできるんですが、この完全5度が半音上がったと考えれば、ここは、増5度という表現になります。このように、完全形には増と減という表現が存在することを覚えてください。ここまで覚えられれば基本的な、音程についての知識はついたことになります。他にも様々な動画出していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。本日はご視聴ありがとうございました。